お弁当用冷凍ストック作り。野菜カットと肉巻きのおかず。休みの日にお弁当用の冷凍ストックを作ります。まずは野菜を使いやすいようにカットして冷凍しておきます。洗った小松菜を3、4センチに切って小分けにします。小分けにすると凍ったまま使いやすいね。ピーマンはヘタを取り、千切りにして、ラップで小分けにしたら、できるだけすぐに急速冷凍します。人参は半分はいちょう切り。もう半分は千切りにします。薄く輪切りにしてから適当に並べて、一気に千切りにするのが楽しい。ママは頭を空っぽにしたいときによくキャベツを大量に千切りにします。夫婦喧嘩をしたときとか仕事で落ち込んだときは千切りで解消です。レンコンは皮をむき、レンコンチップ用にスライスと、きんぴらなど炒め物やサラダ用にいちょう切り。酢水にさらしてから水気を取り、そのままでもいいのですが、今回は薄力粉をまぶしました。くっつかないように小分けにします。レンコンチップスはサラダにのせても美味しいね。すぐに冷凍します。しいたけはキッチンペーパーで汚れを軽く叩くように拭いて、石突きを落とし、いくつかはそのままにして残りは細く切ります。そのままのはカニカママヨやチーズなどを乗せてトースターで焼くようです。くっつかないように凍る途中で袋の上からほぐした方がいいです。ちくわは2本斜め切り。残り3本は縦半分に切って、チーズと海苔をのせ、くるくる巻いて爪楊枝で留めます。ここまでやっておけば朝トースターやフライパンで焼くだけだね。
小揚げはキッチンペーパーで押さえて油を取り、翌朝の巾着卵用に2枚切っておいて、残りは全部小さく切ります。お味噌汁や五目ご飯などに便利だね。ショルダーベーコンの切り落としを買ってきたので、使いやすい大きさに切って小分け冷凍しておきます。使いたい時にちょこっとあると便利です。まとめてシリコンバッグに入れて冷凍します。枝豆を細かくして、カニカマも包丁で押し広げてほぐしてから細かくします。はんぺんを手で揉んで潰してから、塩少々、マヨネーズ大さじ1、片栗粉小さじ1を混ぜます。半分ずつ枝豆とカニカマに混ぜて、小さく丸めて片栗粉をまぶします。以前投稿したはんぺんのおかず5選という動画にはんぺん3色団子の作り方があります。気になる方はそちらの動画も見てみてね。かわいい。翌朝のお弁当に使う分は冷蔵庫へ、残りは冷凍します。豚バラスライスをそのまま置いて、ズッキーニの両端を少し落としたら、そのまま乗せてくるくる巻きます。できるだけブカブカしないようにしっかり巻きます。長い豚バラ肉だったので、とてもボリューミーになりました。1.5 センチくらいの厚さに切ります。ギュッと手で押さえて、お肉とズッキーニを密着させます。先ほど残った片栗粉にまぶして、小分けにして冷凍します。次は豚ロース肉を縦に2枚重ねて、1枚の方が焼くのに時間がかからず楽ですが、今回はくるくるキャンディーのようにしたくて2枚重ねました。塩コショウ、スライスチーズ、ハム、
大葉を乗せて、くるくる巻きます。薄力粉をまぶして、これは翌朝のお弁当に使うので冷蔵庫に入れておきます。長いぶなしめじをスーパーで見つけて買ってきました。肉巻きにしてみよう。エリンギの肉巻きとどっちが美味しいかな？食べるの楽しみだね。味付けは何がいいかな？ポン酢、バター醤油、焼肉のタレ、照り焼き、柚子胡椒。いろいろ合いそうだね。最後はピーマンチーズリング。ピーマンチーズリングは2年くらい前にも動画を投稿しました。輪っかが小さくて作りづらいかもしれないので、大きなパプリカや玉ねぎの方が作りやすいです。まずピーマンに薄力粉をまぶします。内側にスライスチーズを入れましたが、滑って肉が巻きにくい場合はチーズはなしで大丈夫です。ピーマンは1センチくらいの輪切りにしてあります。豚バラ肉は薄くて細い方が巻きやすいです。巻き始めを押さえながら肉を輪っかに通します。この時必ずキュッと肉を軽く引っ張ってキュッと締めながら巻くのがポイントです。ピーマンはちっちゃくて巻きづらいね。もし途中でピーマンが割れても肉を巻くから大丈夫だよ。巻くのが面倒ならひき肉でドーナツ状に包むのもいいかも。今度やってみるね。できました。ミニドーナツみたいでかわいい。できるだけすぐに急速冷凍します。次回はこの冷凍ストックを使ったお弁当作りになります。ご視聴ありがとうございます。またね。